今回はですね、病気を治すための新しい薬を見つけるプロセス、いわゆる創薬がある技術によってもう革命的なスピードで進化しているという話をしていきたいと思います。その驚くべき飛躍の裏側、一緒に見ていきましょいや新しい薬を作るって本当に想像を絶するほど大変な作業なんですよね。なぜかっていうと、何十億いや何百億っていう膨大な数の分子の候補の中から病気の原因になるタンパク質にピタッとはまるたった一つの正しい鍵を見つけ出さなきゃいけないからなんです。スライドにあるように、それってまさに銀河系の星の数よりも多い星草の山からたった一本の特別な鍵を探し出すみたいな話なんですよね。このスケールの大きさ、ちょっと一つの実例で見てみましょうか。ここに示された3820万という数字、これある研究チームがたった一つのがんをターゲットにした実験でふるいにかけた分子の数なんです。これだけの数を一つ一つ試すのがいかに大変なことか想像できますよね。さて、この数十億分子問題、つまり天文学的な数の候補からどうやって薬を見つけ出すのか、まずはその核心にあるコンピューターを使った計算の課題から見ていきましょう。で、この膨大な数の鍵をですね、一個一個試す代わりに、科学者たちはものすごく強力な武器を手に入れたわけです。それが分子ドッキング。これはコンピューターの中で薬の候補である無数の鍵が私たちの体の中にある病気の原因となるタンパク質、つまり鍵穴にどれくらいぴったりはまるかなっていうのをシミュレーションする技術なんです。でも、この分子ドッキングを使ったとしても、従来の方法には大きな壁があったんです。スライドのこの複雑な迷路、これが創薬の道のりを象徴してるんですね。一つの薬がゴールにたどり着くまでに平均で10年以上、そして数千億円もの莫大な費用がかかる。しかもそのほとんどは有望に見えても途中で行き止まりになってしまうわけです。いや、大変ですよね。この時間とコストという巨大な迷路を突破する鍵、これがですね、意外なところにあったんです。それはコンピューターの心臓部、ハードウェアの革命です。特に皆さんもゲームなんかで耳にしたことがあるかもしれない GPU がいかにしてこの状況を劇的に変えたのか、見ていきましょう。ここで大事なのが、コンピューターの脳みそである CPU と GPU の違いなんですけどね。スライドの左側、CPU は一人の非常に優秀な司書みたいなもの。一冊ずつ本を順番にチェックしていくので、正確ですけど時間がかかります。一方、右側の GPU はまるで1000人の司書からなる大軍団。図書館のすべての棚を全員で一斉に並行してチェックできるんです。どっちが早く探している本、つまり薬の候補を見つけられるか、これはもう一目瞭然ですよね。そしてこの千人軍団ともいえる GPU の力を創薬のためにもう最大限に引き出すために開発されたソフトウェア。それこそが今回の物語の主役の一つ、ユニドックというわけです。じゃあその実力はどれほどのものなのか。もうこの数字が全てを物語ってますよね。1000倍以上。これ従来の CPU を使った標準的なプログラムオートダック VNA と比べてユニドックがどれだけ速いかを示してるんです。これまで1000日、3年近くかかってた計算がたった1日で終わっちゃう。これも創薬の世界の時間の概念がひっくり返るようなスピードですよね。で、この圧倒的なスピードっていうのはただの持論じゃないんです。実際の創薬の現場で証明されてるんですね。覚えてますか？最初にお話ししたあのがんの標的に対する38億2000万個の分子。ユニドックはこれだけの数をたったの 11.3 時間でふるいにかけして終えてしまったんです。これ従来の方法だったら何ヶ月、いや何年もかかっていたかもしれない作業ですよ。ただこの話、単なるスピード競争で終わらないんですよ。速さだけでは本当に良い薬は見つからないからなんです。そこで登場するのがユニドックの進化系、ユニドックプロ。このプロ版はただ速いだけじゃなくて、より賢く、つまりより正確に当たりを見つけ出す能力を身につけたということなんです。以前のツールにはちょっと根本的な問題があったんです。それは分子とタンパク質がどれくらいうまく結合するかを評価する物差し、つまり数理モデルにありました。論文ではその物差しがゴツゴツしていたと表現されてるんですけど、どういうことかというと、正しい答えのすぐ隣に間違った答えが無数にあって区別がつきにくかったということなんです。このスライドの図がそのゴツゴツした問題がどういうものかすごく分かりやすく示してくれてます。見てください。この無数の鋭いピークと谷。これは分子の評価スコラを地形のように表したものなんですね。私たちの目標はこの地形の中で一番低い地点、
つまり最も安定して結合する場所を見つけること。でもこれだけギザグザだと、本当の正解である最も深い谷じゃなくて、そのすぐ近くの小さな谷、つまり局所的な正解にはまってしまう危険性がすごく高かったんです。そこでユニドックプロの開発者たちはこの物差しそのものを改良したんですね。スライドの言葉を借りれば、滑らかなエネルギー勾配を持つ緩和されたポテンシャルを導入した。ちょっと専門的で難しく聞こえますけど、要するに原子と原子の間の力をもっと自然で滑らかに計算する方法に変えたってことなんです。で、その違いはもう一目瞭然です。こちらが新しいユニドックプロのエネルギー地形図。さっきのギザギザの山脈とは違って、広いなだらかな盆地のようになってますよね。これならどこが一番低い場所かっていうのはすぐに見つかります。コンピューターも迷うことなく、自然に最適な答えへと吸い寄せられていくというわけです。この物差しの根本的な改良がもたらした結果、これがまた驚くべきものでした。スライドのグラフが示すように、有望な薬の候補をごく初期の段階で効率よく見つけ出す能力、専門用語で初期濃縮率っていうんですけど、これが実に 2.45 倍も向上したんです。これって無駄な実験を大幅に減らして成功の確率をぐっと高めるってことなんですよね。さて、ユニドックプロの賢さっていうのは、この滑らかな物差しだけじゃないんです。状況に応じて戦略を使い分ける多彩なツールキットも備えているんですね。薬という鍵を見つけるために、ユニドックプロが用意した3つの異なるアプローチ、これを見ていきましょう。ユニドックプロには大きく分けて3つの探索モードがあります。まず1つ目が構造ベース。これは病気の原因となるタンパク質、つまり鍵穴の正確な 3D 設計図が分かっている場合に有効な方法です。2つ目はリガンドベース。こちらは逆にすでに効果がある鍵がいくつか見つかっている場合に、その鍵と似た形の新しい鍵を探すアプローチ。そして3つ目がその両方の情報を賢く組み合わせる最も強力なハイブリッドモードです。で、この戦略を使い分ける柔軟性がいかに重要か。このアンドロゲン受容体という別のがんの標的の事例がはっきりと示してくれてます。スライドの図 B を見てください。鍵穴の設計図を使う方法ではうまくいかなかった。でもそこで諦めずに図 D のように既存の鍵のコピーを使う戦略に切り替えたところ、見事にぴったりの鍵を見つけることができたんです。一つの方法に固執しないことが成功への鍵だということですね。ここまで GPU による圧倒的なスピードと改良されたアルゴリズムによる賢さ、この2つを見てきました。では、この2つの力を手に入れた私たちは一体どこへ向かうんでしょうか。この技術革新が医療の未来にどんなインパクトを与えるのか、最後に考えてみましょう。ユニドックプロがもたらす革命をまとめると、この4つのキーワードに集約されると思います。1日で数百万もの候補を試せる大規模スループット、環境にも優しくコストも下げる高効率、そして最も有望な候補を見つけ出す高精度と、どんな問題にも対応できる柔軟性。これらは研究者にとって強力な武器であると同時に、最終的には新しい治療法を待ち望む患者さんたちにより早くより良い薬を届けることにつながるんです。1日で何十億もの分子を調べられる、そんな時代がやってきました。これまで創薬不可能とされてきた難病の数々。この技術によって次に攻略されるのは一体どの病気なのでしょうか。